り解説。世界に誇る日本文化の魅力ランキング。知らないと損する重戦。ねえマリサ、日本文化ってなんでこんなに世界中で人気があるの？いい質問だな。レイム、日本の文化って、伝統的なものからポップカルチャーまで幅広くて、どれも個性的で魅力的なんだぜ。確かに、日本のアニメや漫画は世界中で大人気だし、寿司とかラーメンも海外ですごく評価されてるよね。その通りだぜ。でも、日本文化の魅力はそれだけじゃない。長い歴史の中で培われた伝統や精神、職人技、哲学なんかも世界に誇れるものばかりなんだ。へえ、それは気になるわね。例えばどんな文化があるの？例えば、日本刀や浮世絵、神社や仏閣の建築、茶道や武道、それにおもてなしの精神や禅の哲学まで、世界から絶賛されるものがたくさんあるんだぜ。そうなんだ。でも、どうして日本文化ってそんなに独自性があるの？それはな、日本が長い間、独自の環境の中で文化を発展させてきたからなんだ。地理的に他の国と隔たりがあったことも大きいし、中国や西洋の影響を受けつつも、日本らしくアレンジする力が強かったのも理由の一つだな。なるほどね。でも、どれが一番すごいの？それを知るには、このランキングを最後までチェックしてくれよな。今回は、世界に誇る日本文化の魅力を、10位から1位までランキング形式で紹介していくぜ。第10位。伝統工芸。日本刀。美しさと実用性を兼ね備えた職人技の結晶。ねえマリサ、日本刀ってなんでそんなに特別なの？お、いい質問だぜ。レイム、日本刀は、単なる武器じゃなくて、日本の職人技と美意識の結晶なんだ。鋭さと耐久性を兼ね備えた、まさに芸術品のような存在だぜ。芸術品？でも、武器なのにそんなに美しさが求められるものなの？そうなんだぜ。日本刀は戦いの道具でありながら、美しく磨かれた刃文や、独特の曲線が特徴で、見るだけでも価値があるんだ。戦国時代の武将たちにとって、日本刀は単なる武器じゃなく、魂の象徴でもあったんだぜ。へえ、それって今でいう高級ブランド品みたいなもの？まあ、そんな感じだな。しかも、日本刀の製造にはものすごく手間がかかるんだぜ。玉鋼という特別な鉄を使って、折り返し鍛錬という技法で何度も叩いて鍛え上げる。だからこそ、驚異的な強度と切れ味を持つんだ。じゃあ、そんなにすごい刀なら、今でも使われてるの？今では実戦で使われることはほとんどないけど、警察の礼装や剣道の試し斬り、武道の演舞なんかでは大切に受け継がれているんだぜ。それに、海外でもコレクターや研究者に人気があって、美術館やオークションで高値で取引されることもあるんだ。なるほどね。でも、日本刀ってただ強いだけじゃなくて、文化的な価値もあるんだね。その通りだぜ。実は、2018年には日本刀がユネスコの無形文化遺産に登録されるべきだという声も上がっているくらいなんだ。日本刀を作る刀匠たちの技術は、1000年以上も受け継がれてきた日本の伝統文化そのものだからな。すごい歴史だね。じゃあ、日本刀を手に入れるにはどうすればいいの？今でも刀鍛冶が作った本物の日本刀を購入することはできるぜ。ただし、銃刀法に基づいた許可が必要だから、簡単には持てないんだけどな。美術品としての価値が高いものも多いし、日本国内でも刀剣展覧会なんかで名刀を見られる機会もあるぜ。なるほど。日本刀って、ただの武器じゃなくて、歴史や文化、職人の技術が詰まった芸術品だったんだね。そういうことだぜ。さて、次は第9位。日本が誇るもう一つの伝統文化を紹介するぜ。第9位。芸術。浮世絵。ヨーロッパの印象派にも影響を与えた日本の良し。ねえマリサ、浮世絵って何なの？美術館とかで見るけど、実はあまり詳しくないのよね。お、レイム、いい質問だぜ。浮世絵は、江戸時代に発展した日本独自の木版画のことだな。庶民の娯楽として流行したんだけど、今や世界的に評価されてる日本の芸術なんだぜ。へえ、庶民の娯楽だったんだ。でも、どうしてそんなに有名になったの？
それはな、浮世絵の特徴である大胆な構図、鮮やかな色彩、そしてシンプルだけど奥深い表現が、西洋の芸術家たちに大きな影響を与えたからなんだ。特に、19世紀のフランス印象派の画家たちには衝撃を与えたんだぜ。印象派の画家たちって、例えば誰？代表的なのはゴッホやモネだな。ゴッホは浮世絵のスタイルを研究して、色使いや構図に取り入れていたし、モネのラ・ジャポネーズっていう作品は、まさに日本の浮世絵からインスピレーションを受けたんだぜ。すごい。じゃあ、日本の浮世絵って西洋美術に革命を起こしたってこと？そうだな。それまでの西洋美術は、遠近法や写実的な表現が中心だったんだけど、浮世絵が伝わったことで、シンプルでデフォルメされた表現や、パースを大胆に崩した構図が生まれたんだぜ。そう聞くと、浮世絵ってめちゃくちゃすごい芸術なんだね。でも、日本ではどういう風に使われてたの？江戸時代では、浮世絵は現代のポスターや雑誌みたいなものだったんだ。歌舞伎役者や美人画、風景画なんかが多くて、庶民が手軽に買える娯楽の一つだったんだぜ。へえ、じゃあ当時は今でいうアイドル写真集みたいな感じだったのかな？そうそう。特に人気があったのは、北川歌麿の美人画や、東秀斎写楽の役者絵なんかだな。そして、葛飾北斎の富岳36景や、歌川広重の東海道53次は今でも世界的に有名な作品なんだぜ。なるほど。浮世絵ってただの絵じゃなくて、日本の文化や歴史を映し出すものだったんだね。その通り。しかも、今では美術館や博物館で展示されるだけじゃなく、デザインやファッションにも影響を与えてるんだぜ。浮世絵の絵を使った服や雑貨なんかも世界中で人気があるしな。すごいなぁ。日本の文化って本当に奥が深いね。じゃあ、次のランキングも楽しみだわ。おう、次は第8位。世界が認めた日本の食文化を紹介するぜ。第8位、食文化、和食、ユネスコ無形文化遺産にも登録された健康的な食文化。ねえマリサ、和食ってユネスコの無形文化遺産に登録されてるって聞いたけど、本当にそんなにすごいの？もちろんだぜ。レイム、和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されたんだ。これは日本の食文化が世界的に評価された証拠なんだぜ。へえ、でも和食ってどんな点が特別なの？和食の特徴は、自然の恵みを生かした食材の使い方、四季折々の食材を取り入れること、そして栄養バランスの良さにあるんだぜ。特に一汁三菜のスタイルが代表的で、ご飯、汁物、主菜、副菜二つの組み合わせが基本なんだ。なるほどね。バランスがいいから健康的なんだね。そうだぜ。和食は低カロリーで塩分や油分も控えめ。魚や豆腐、発酵食品が多く使われるから、健康的な食生活にもぴったりなんだ。世界でも和食ダイエットが注目されてるくらいなんだぜ。確かに、味噌や醤油、納豆とか、日本って発酵食品が多いよね。その通り、発酵食品は腸内環境を整える働きがあるし、味噌汁にはイソフラボンが含まれてるから、美容や健康にもいいんだぜ。特に和食の基本である出汁は、旨味を引き出すために欠かせない存在だ。だしって昆布とか鰹節とかから作るやつだよね。そんなにすごいの？すごいなんてもんじゃないぜ。出汁には旨味成分がたっぷり含まれていて、塩分を控えめにしても美味しく感じるようになってるんだ。これが和食の魅力の一つなんだぜ。なるほど。味を濃くしなくても美味しく食べられるから、結果的に健康的になるんだね。そういうことだぜ。それに、和食は見た目の美しさや、季節感を大事にする点も評価されてる。おせち料理や懐石料理なんかは、まるで芸術作品みたいに盛り付けられるんだぜ。確かに、旅館の懐石料理とか、料亭の和食ってすごく綺麗だよね。それに、和食にはおもてなしの精神も詰まっているんだ。食材を無駄にせず、大切に扱うことや、食器の使い方にも日本ならではの美学があるんだぜ。へえ、和食ってただの食事じゃなくて、文化や考え方も詰まってるんだね。その通り。だからこそ、世界でも和食が注目されるようになってるんだ。
最近では海外でも寿司やラーメン、天ぷらなんかが大人気で、和食レストランもどんどん増えてるんだぜ。すごいね。じゃあ、日本人としてもっと和食の魅力を知っておかないとね。だな。さて、次は第7位。日本の建築文化について紹介するぜ。第7位、建築、神社、仏閣、日本独自の建築様式と精神性を表現する空間。ねえマリサ、日本の神社やお寺って、なんであんなに落ち着くんだろう？それはな、日本の神社や仏閣が、単なる建物じゃなくて、精神性や自然との調和を大切にした空間だからなんだぜ。なるほど。確かにどこも静かで神秘的な雰囲気があるよね。でも、神社とお寺って何が違うの？簡単に言うと、神社は神道の建物で、日本古来の神様を祀っている場所。一方、お寺は仏教の施設で、お釈迦様や仏様を祀っているんだぜ。だから、鳥居があるのが神社で、仏像があるのがお寺って覚えるとわかりやすいな。へえ、確かに言われてみればそんな違いがあるんだね。でも、日本独自の建築様式ってどういう特徴があるの？まず、神社の特徴は自然との一体感だな。例えば、伊勢神宮や厳島神社は、森や水と調和するように建てられていて、自然と共にあることが大切にされてるんだぜ。あの鳥居が海に浮かんでる厳島神社とか、本当に幻想的だよね。そうだぜ。それに、神社は木造建築が基本で、装飾が少なくてシンプルな作りになってるんだ。一方、お寺は中国やインドの影響を受けて、細かい装飾や巨大な屋根が特徴的なんだぜ。例えば、どんなお寺が有名なの？奈良の東大寺や京都の清水寺、金閣寺銀閣寺あたりは、世界的にも有名だな。特に東大寺の大仏殿は、世界最大級の木造建築として知られてるんだぜ。へえ、それはすごいね。でも、なんで日本の建築ってこんなに長持ちするの？それは、職人たちが代々受け継いできた伝統工法のおかげだぜ。釘を使わずに木材を組み合わせる木組み工法や、地震の揺れを逃がす構造になってるのがポイントなんだ。確かに、日本は地震が多いのに、昔の建物が今でも残ってるのってすごいよね。それだけじゃないぜ。神社やお寺は、単なる観光地じゃなくて、日本人の精神性を象徴する場所でもあるんだ。静寂の美や禅の思想が込められていて、訪れるだけで心が落ち着くように作られてるんだぜ。だから、海外の人たちも日本の神社やお寺に魅了されるんだね。そういうことだぜ。じゃあ、次は第6位。日本が世界に誇るポップカルチャーを紹介するぜ。第6位、アニメ、漫画、日本のポップカルチャー、世界を魅了するサブカルチャーの代表。ねえマリサ、日本のアニメや漫画って世界中で人気だけど、どうしてこんなに広まったの？それはな、日本のアニメや漫画が他の国にはない独自のスタイルや表現を持っているからだぜ。特にストーリーの深さ、個性的なキャラクター、そして圧倒的な作画クオリティが世界中のファンを引きつけてるんだ。確かに、日本の漫画やアニメって、どの世代でも楽しめるし、ジャンルもめちゃくちゃ豊富だよね。そうなんだぜ。日本の漫画には少年向け、少女向け、青年向け、ギャグ、SF、バトル、恋愛、ホラーまで、ありとあらゆるジャンルが揃ってるから、誰でも自分にぴったりな作品が見つかるんだ。へえ、確かに海外のアニメって子供向けが多いイメージだけど、日本のアニメは大人も夢中になる作品が多いよね。そうそう。それが日本のアニメの強みなんだ。例えば、進撃の巨人や鬼滅の刃なんかは、シリアスで深いストーリーが魅力だし、ジブリ映画は世代を超えて愛される名作ばかりだろ？ああ、わかる。千と千尋の神隠しとかは世界中で大ヒットしたもんね。その通り、千と千尋の神隠しはアカデミー賞を受賞したし、日本のアニメは国際映画祭でも評価が高いんだぜ。しかも、アニメだけじゃなくて、漫画の影響力もすごい。漫画って、どの国でも読まれてるの？ああ、特にフランスでは日本の漫画は国民的な娯楽になってて、日本に次ぐ世界第2位の漫画市場になってるんだぜ。フランスってそんなに漫画好きなの？意外。
意外かもしれないけど、本当にすごいんだぜ。しかも、アメリカでも、ワンピースや、ナルト、ドラゴンボールは超人気で、映画やゲーム化もされてる。そういえば、海外のアーティストや映画監督も日本のアニメから影響を受けてるって聞いたことある。その通り、ハリウッド映画、マトリックスは、広角機動隊からインスピレーションを受けたって言われてるし、アメリカのアニメ、アバターも日本のアニメの影響を受けてるんだぜ。すごいね。じゃあ、日本のアニメや漫画はこれからもどんどん世界に広まっていくのかな？間違いないぜ。今やネットフリックスやディズニーでも日本アニメが配信されて、ますます世界中で親しまれてるし、アニメや漫画が日本の文化を知るきっかけにもなってるんだ。なるほどね。やっぱり日本のポップカルチャーは世界を魅了してるんだね。そういうことだぜ。さて、次は第5位。日本の伝統文化を代表するものを紹介するぜ。第5位、伝統行事、茶道、わびさびの心を体現する日本独自の美学。ねえマリサ、日本にはいろんな伝統文化があるけど、茶道ってそんなに特別なの？もちろんだぜ。茶道は、ただお茶を立てて飲むだけじゃなく、日本独自のわびさびの精神を体現した芸術なんだぜ。わびさびって、なんか難しそうな言葉ね。簡単に言うと、わびは質素な美しさ。サビは時間の経過による味わい深さを大切にする考え方だな。茶道はまさに、この二つの概念を実践する場なんだぜ。へえ、でも具体的にどういうことをするの？まず、茶道はお茶を立てるだけじゃなく、客を迎えるための作法や、茶室のしつらえ、道具の扱い方まで、すべてに意味があるんだ。例えば、茶室は小さくて簡素な作りだけど、それが、わびの精神を表してるんだぜ。なるほど。シンプルな美しさを大事にしてるんだね。でも、なんでそんなに作法が厳しいの？それはな、茶道がおもてなしの究極の形だからなんだ。茶を立てる人は、客が心地よく過ごせるように、すべてを考えながら動くんだぜ。おもてなしの心が詰まってるってことか。確かに、日本らしい文化ね。そうだぜ。しかも、茶道には4つの大事な教えがあるんだ。それが、和敬静寂だな。和敬静寂？それってどういう意味？和は調和、敬は敬、静は清らかさ、寂は静けさを意味するんだぜ。つまり、茶道は単なる作法じゃなく、精神を磨くための修行の場でもあるんだ。へえ。なんか禅の考え方に近いね。その通り、実際に茶道は禅の思想と深く結びついていて、心を落ち着けるための行為でもあるんだ。だから茶室には余計な装飾がなく、無駄のない動きが求められるんだぜ。じゃあ、茶道って昔から日本にあったの？茶道が確立されたのは16世紀頃で、千利休っていう茶人がわび茶のスタイルを完成させたんだ。それ以来、日本の文化として受け継がれてきたんだぜ。千利休って名前は聞いたことある。でも、現代でも茶道って続いてるの？もちろんだぜ。今でも茶道の流派がいくつもあって、日本国内だけじゃなく海外でも学ぶ人が増えてるんだ。特に、おもてなしの精神に惹かれる人が多いみたいだな。なるほどね。日本の精神文化が詰まった伝統行事なんだね。そういうことだぜ。じゃあ次は、第4位。日本の精神と武道の関係について紹介するぜ。第4位、武道、柔道、剣道、空手、礼儀と精神鍛錬を重視する武道の魅力。ねえマリサ、日本には柔道や剣道、空手みたいな武道がたくさんあるけど、それってスポーツと何が違うの？いい質問だな。霊夢、武道は単なる戦いの技術じゃなくて、精神の鍛錬や礼儀作法を重視する点が特徴なんだぜ。礼儀作法？でも、戦うのに礼儀が必要なの？それが武道の奥深いところなんだぜ。例えば、柔道には試合の前後にお辞儀をする習慣があるし、剣道では試合が始まる前に礼をして相手に敬意を払うんだ。空手でも、押すという言葉で礼儀と忍耐の精神を示すんだぜ。へえ、礼儀を大事にするのは日本らしいね。でも、それぞれの武道にはどんな違いがあるの？まず柔道は、相手の力を利用して投げたり関節技を決める武道だな。
重力号を制すって言葉があるように、力の強さよりも技術と戦略が重要なんだぜ。なるほど。だからオリンピックでも日本人選手が活躍してるんだね。そうそう。次に剣道は、竹刀を使って相手の面や胴を打つ競技だけど、ただ勝つだけじゃなくて、心技体のバランスを重視するんだぜ。だから、剣道は礼儀や集中力を鍛えるのにも向いてるんだ。確かに、剣道の試合ってすごく緊張感があるよね。それが剣道の魅力なんだぜ。そして、最後に空手だけど、これは拳や足技を使って攻撃と防御を行う武道だな。沖縄発祥の武道で、世界中に広まっていて、特に欧米ではめちゃくちゃ人気なんだぜ。へえ、空手って海外でも人気なんだ。そうなんだぜ。ハリウッド映画とかアニメの影響で、外国の人たちも空手を学びたがるんだ。実際に、道場には海外からの生徒もたくさんいるし、国際大会も開かれてるんだぜ。日本の武道って、技だけじゃなくて精神性も評価されてるんだね。その通り、武道の目的は単に強くなることじゃなく、自分を鍛え、礼儀や忍耐を学ぶことなんだ。だからこそ、日本の武道は世界中で尊敬されてるんだぜ。なるほど。日本の武道って奥が深いんだね。そういうことだぜ。じゃあ、次は第3位。日本の言葉とその奥深さについて紹介するぜ。第3位。言語、日本語と漢字文化、独特な文字体系がもたらす美しさと奥深さ。ねえマリサ、日本語ってやっぱり世界的に見ても独特な言語なの？もちろんだぜ。日本語は、世界でも珍しい文字体系を持つ言語の一つなんだ。ひらがな、カタカナ、そして漢字。この3つの文字が組み合わさって使われてるのが特徴だな。そういえば、英語やフランス語みたいにアルファベットだけで構成されてる言語とは全然違うよね。そうなんだぜ。日本語は漢字の影響を受けながら独自に発展してきたんだ。特にひらがなは、平安時代の貴族たちが使っていた女性文字として発展して、柔らかい印象を持ってるんだぜ。へえ、じゃあカタカナはどういう経緯でできたの？カタカナは僧侶たちが経典を読むために使っていた簡略文字が起源なんだぜ。だから、今では外来語や強調したい言葉に使われることが多いんだ。なるほど。でもやっぱり漢字が一番難しい気がする。まあ、漢字は覚えるのが大変だけど、その分、一文字で多くの意味を表せるから便利なんだぜ。例えば、心って漢字はそのまま、心を意味するけど、漢と組み合わせると、関心になるし、愛と組み合わせると、愛情になる。こうやって意味がどんどん広がっていくのが漢字の面白さなんだぜ。そう考えると、確かに日本語って奥が深いね。でも、日本語の特徴ってそれだけ？いやいや、日本語には他にも独特な文化があるぜ。例えば、敬語の文化だな。ああ、確かに日本語って目上の人に話すときと友達に話すときで言葉が変わるよね。そうだぜ。ですますをつけるだけじゃなく、謙譲語や尊敬語を使い分けることで、相手への敬意を示すんだ。これは日本特有の文化で、海外の人からすると難しく感じるみたいだな。確かに、英語にはここまで細かい敬語のルールってないよね。そうなんだぜ。だからこそ、日本語を学ぶ外国人にとっては挑戦的な言語だけど、その分、学ぶ価値がある言語でもあるんだ。特に俳句や和歌なんかは、日本語ならではの美しさを表現する最高の文化なんだぜ。俳句って、五七五のやつだよね。あれも日本語の特徴を生かした文学なんだね。その通り、少ない言葉で情景や感情を伝えるのが俳句の魅力なんだぜ。海外でも陛下として広まってるくらい、日本語の持つリズムや言葉の響きは評価されてるんだ。へえ、日本語って普段使ってるけど、改めて考えるとすごく奥深い言語なんだね。そういうことだぜ。さて、次は第2位。日本の精神文化の象徴であるおもてなしについて紹介するぜ。第2位。精神文化、おもてなし、世界中で評価される日本のホスピタリティ。ねえマリサ、日本っておもてなしの国ってよく言われるけど、それってどういうことなの？それはいい質問だぜ。おもてなしは、日本独自のホスピタリティ精神を指す言葉で、相手を思いやり、
心からのお迎えをすることを大切にする文化なんだぜ。へえ、でもホスピタリテって、海外にもあるんじゃないの？もちろん海外にもあるけど、日本のおもてなしはちょっと違うんだ。例えば、ホテルやレストランでの接客だけじゃなくて、普段の生活や人との関わりにも深く根付いているんだぜ。確かに、日本のサービスって細かいところまで気が配られてるよね。でも、それって具体的にどんな特徴があるの？例えば、飲食店ではおしぼりが出てきたり、ホテルではお客さんが気づかないうちに荷物を運んでくれたりするだろ？日本では気遣いを重視する文化が根付いてるんだぜ。そういえば、日本の店員さんって、お客さんに対してすごく丁寧だよね。そうなんだぜ。おもてなしの精神には、見返りを求めずに心を込めて相手を迎えるっていう考え方があるんだ。だから、日本ではチップ制度がないのに、サービスの質がめちゃくちゃ高いんだぜ。なるほどね。でも、それって昔からあった文化なの？そうだぜ。実は、おもてなしの精神は、千利休の茶道にも通じるものなんだ。客を迎えるために、心を込めて準備をし、完璧な空間を作ることが大切とされてるんだぜ。へえ、茶道にもおもてなしが関係してるんだね。それだけじゃないぜ。例えば、旅館の女将の細やかな対応、コンビニのいらっしゃいませの挨拶、新幹線の清掃スタッフが行うお辞儀なんかも、全部おもてなしの一環なんだ。確かに、日本の公共交通機関とか、すごく整ってるよね。そうだろ？海外の観光客も、日本の電車の時間通りの運行や、清潔さ、スタッフの対応の良さに驚くんだぜ。特に、2013年の東京オリンピック招致の時に、おもてなしのプレゼンが話題になったことで、世界的にも注目されるようになったんだ。ああ、あのプレゼン覚えてる。あれで日本のおもてなしが世界に広まったんだね。その通り、今では日本の接客やサービスの良さが、観光客を引きつける大きな要因の一つになってるんだぜ。へえ、日本のおもてなしって、ただのサービスじゃなくて、相手のことを思いやる文化なんだね。そういうことだぜ。さて、ついに次は第1位。日本が世界に誇る哲学、禅について紹介するぜ。第1位、哲学、禅。ミニマリズムやマインドフルネスの元祖として世界的に影響を与えた思想。ねえマリサ、禅ってよく聞くけど、実際にはどんなものなの？禅は仏教の一派で、無駄なものを排して、心を整えることを重視する哲学だぜ。特に座禅を組んで瞑想することで、余計な雑念を捨てて、心を落ち着かせることが目的なんだ。へえ、なんかシンプルだけど深い考え方だね。でも、それがどうして世界的に注目されてるの？実は禅の考え方が、近年流行してるミニマリズムやマインドフルネスに影響を与えてるんだぜ。シンプルな生活を大切にしたり、今この瞬間に集中することが、現代人のストレス軽減に役立つってことで、世界中で広まってるんだ。確かに最近、余計なものを持たずに生きるとか、心を整えるって言葉をよく聞くよね。そうだぜ。禅の教えには、足を知るっていう言葉があって、物や欲に執着せず、今あるものに感謝することが大事だとされてるんだ。なるほどね。確かに、禅の教えを実践すれば、物に振り回されることがなくなりそう。それに、禅の影響は日本文化のあちこちに見られるんだぜ。例えば、日本庭園や茶道、書道なんかも、禅の精神に基づいているんだ。庭やお茶にも禅が関係してるの？もちろんだぜ。日本庭園は空間の余白を生かしたデザインが特徴で、そこに自然の流れや静けさを感じることができる。茶道も一期一会の精神を大切にして、目の前のひとときを大切にするんだ。なるほどね。無駄をなくすことで、本当に大切なものが見えてくるってことか。その通り。そして、今世界で人気のマインドフルネスも、実は禅の思想が元になってるんだ。瞑想や呼吸に集中することで、ストレスを減らし、心を落ち着かせるっていう考え方は、禅そのものなんだぜ。へえ、まさか禅がそんなに世界的に影響を与えてるなんて知らなかった。実際、シリコンバレーの企業でも、
社員の集中力を高めるために禅の瞑想を取り入れたりしてるんだぜ。Google や Apple の社員が禅のトレーニングを受けてるって話もあるくらいだ。すごい。日本の哲学が世界の最先端企業にも影響を与えてるなんて、誇らしいね。だろ？だからこそ、日本の禅の精神は、今後も世界中で注目され続けると思うぜ。日本の文化って、歴史だけじゃなくて、今の時代にも大きな影響を与えてるんだね。そういうことだぜ。さて、ここまで世界に誇る日本文化を10選紹介してきたが、みんなはどれが一番好きだったかな？ぜひコメントで教えてくれよな。総評またはまとめ。いやー、こうやって見てみると、日本の文化って本当に奥が深いね。だろ？日本の文化は、伝統工芸や芸術、食文化、建築、精神性まで、あらゆる面で世界に影響を与えてるんだぜ。特に、禅とかおもてなしの精神は、現代のライフスタイルにも通じるものがあるよね。そうだぜ。昔からの伝統が、今の時代にも生かされてるのが日本文化のすごいところだな。それに、日本の文化って、一つ一つに深い意味や歴史があって、それが多くの人を引きつけてるんだぜ。海外でも日本のアニメや武道、和食なんかが大人気なのも納得だね。そうそう。日本の文化はエンタメから精神性まで幅広く評価されてるんだ。これからも、日本の文化がどんどん世界に広まっていくのが楽しみだぜ。私ももっと日本の文化を知って、大切にしていきたいな。それが大事だぜ。さて、みんなはどの日本文化に一番興味があるかな？コメントでぜひ教えてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。